さんこんにちは、あおいです。はーい、今日はですね、じゃらーん、私のおすすめハイライトを紹介していきたいと思います。はい、ということで最近ですね、ベスト〇〇っていうのを紹介してくださいっていうリクエストをたくさんいただいていて、その中でハイライトが特に多かったです。リップとかも多かったんですけど、ハイライトがね意外と教えてくださいっていうリクエストをいただいたので、今回は、ハイライトを紹介していこうと思います。でハイライトはですね、私の中で結構大切な役割をしていて、ハイライトはリキッドタイプ、クリームタイプ、パウダータイプ、大きく分けると3つあると思います。で今回は、ベスト5とかいう形では、私は個人的にランキングをつけることがねちょっとやっぱできなかったので、このリキッドタイプ、パウダータイプ、クリームタイプ、タイプ別に3つ紹介していこうと思います。で今はですねこれ、ハイライト以外のメイクを完成している状態です。でいつもだったらこの辺にハイライト、ここの鼻の筋とかね、Cゾーンとか顎先とかに塗っているんですけど、普段ハイライトをあんまり使わないですって方はこのままでもそんなに違和感がないとは思うんですけど、ハイライトを使う人からするとちょっと物足りない気分になります。やっぱねこの辺に光が入るとツヤがある方が好きなので、いつもハイライト使っちゃいます。クリーム、リキッド、パウダーの3タイプの中で私的に一番初級というか使いやすい、そんなに難しくないタイプはクリームタイプだと思います。パウダーとかリキッドみたいにムラができにくい気がするので、初めてハイライトを使いますとか、ハイライトがちょっと迷子になってますって方はまずクリームを試すのがおすすめです。王道に一番本当におすすめなのはじゃじゃん、この3のシマリンググローデュオです。はい、これは02番を使ってます。もうねこれ3つ目ぐらいでちょっとボロボロなんですけど、中はこんな感じです。はい、使用感たっぷりです。すいません。でこっちの色をハイライトとして使っています。でこっちの色をアイシャドウとかチークとかで使ってます。これは02なんですけど、01にもこの白いタイプの方はついていて、茶色い方が今の私の見せたこの02よりかは色味が薄いタイプです。なので、好きな方を選んでもらえればいいと思います。これの質感はですねクリームなんですけど、ベタベタするようなクリームな感じではないです。で細かいパールが入っている感じで、ちょっとねこれねハイライトをこの手にのせるの超むずいね。こうね、光に当たるとツヤツヤする感じで、ファンデーションとすごい密着してくれるので使いやすいと思います。でパウダーとかだとパウダーのつき加減とかでこのハイライト具合が均一にならなかったりするんですけど、このクリームだとスーって伸ばすことができるので、そんなにムラなく塗れると思います。で私的にこの C ゾーンにもおすすめなんですけど、鼻先はやっぱりこういうタイプの方が綺麗にハイライトが入る気がします。なのでちょっと塗りたいと思います。わかる？ほらもう一塗りだけでさ、こういう風にツヤツヤしてますよね。これをまんべんなく伸ばします。でこの延長線上のこの顎先にも塗ると綺麗にね光が入るので、特にこのラインをさらに綺麗にしたい方はこの眉と眉の間にも塗ります。そうするとさらにツヤが出されました。で私メイク講師で習ったのはここに T を描いてあげます。こういう感じでまんべんなくちょっと伸ばしてあげると、さらにここにも光が入って全体的に顔の光が真ん中に集中するので、ハイライト効果をさらに出すことができます。遠く見たらわかる？こう光が当たると違うくない？こう真ん中に光が入っていると思います。これをするのとしないのでは全然違うので、私的におすすめです。シマリンググローデュオは持っていれば、反対の茶色い色味をアイシャドウだったりとか、チークに使えるのですごく万能です。なのでおすすめです。はい。でクリームタイプで他おすすめありますかっていう方はですね、じゃじゃーん、ルミナイザー RMS ビューティーのM ルミナイザーっていう色ですね。これはシマリンググローデュオの質感と似ているんですけど、もうちょっとさらにクリームです。これはわかります？ちょっと白っぽいよね。
で私の場合はちょっと地黒なので、これを堂々とベチャって塗っちゃうとすごい白浮きしちゃう感じになるので、お肌が白い方すごくハイライトとして使うのおすすめです。で、私みたいに地黒の方が使う場合はですね、この鼻筋とかだと白くなりすぎちゃうので、ここの頬骨のこの高いところとかにこうのせてあげるのがすごく可愛いです。チークと混ざった時にすごい可愛いね、この白っぽいゴールドの感じは。なのでこの頬骨の高いところにこのクリームをまず1回手に出してから、余分なやつを取ってポン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 って塗ってあげると、ほら分かる？ここ入ってるの。こっち今もうちょっと塗っちゃったんやけど、ちょっと若干ない感じで、ほらこっちある感じ、ちょっとツヤっとしてるのが分かるかな。ちょっとカメラで伝わりづらかったらごめんなさいって感じなんですけど、そういう塗り方するのがおすすめです。なので個人的に今私が持っているハイライトでクリームタイプはこの2つなんですけど、こういう使い分けをするのがおすすめです。はい、じゃあ次リキッドを紹介したいと思います。はい、じゃあリキッドです。これは NARS のリキッドハイライターなんですけど、もうこれは多分限定とかでないかもしれないんですけど、似たようなものがあれば本当に使ってほしいと思うので紹介したいと思います。でこれはピンクなんですよ。チーク代わりにもなるし、こんな感じです。でこういう感じでほんのり血色が良くなる感じですね。で個人的にこのほんのりピンクになる感じを均一に塗るのが最初はすごく難しかったです。なので初めてハイライトを使う方とかはうまくこうのせられなかったりするかもしれないんですけど、慣れればすごいこのツヤの虜になると思います。私が好きなメイクアップアーティストさんとかは、海外の方なんですけど、まず土台を作る時にこのハイライトでツヤの土台を作ってから、さらにパウダーのハイライトとかを塗っている方が多いです。なので本当にファンデーション塗る前とかに最初にこのリキッドを塗っちゃって、ベースでもう肌のツヤをしっかり出してから、そこにファンデーションを重ねたりとかして肌の奥から、こう光を出す感じで塗っている方も多いと思います。なのでこういうピンクっぽいものを一つ持っていれば自然なツヤが出るというか、無駄に光らせました感はないですね。反対のほっぺに塗りたいと思います。でスーッと馴染む感じがすごい好きで、この夏すごい使いました。でリキッドタイプを塗るとき、ほらもうピンクになってるの分かりますか？若干こっちは白っぽくてこっちはピンクっぽい。ハイライトってちょっとさ、伝えるの難しいことに今気づいた。リキッドタイプはちょんって点置きするんじゃなくって、この頬骨の高いところから少し周りぐらいまで伸ばしてあげて、この頬骨の部分が一番多く塗ってあげることがおすすめです。そうすると浮かないので、チークほんのり血色が良くなるプラスツヤも出るので、はい、こっちが今白っぽいハイライトで、こっちがちょっとピンクっぽいです。どうですか？こっちが白。リキッドタイプはこんな感じなので、なかなかね売ってるところがないと思うんですけど、海外系のお化粧品ブランドとかだとリキッドタイプのハイライトもあると思うので、ぜひ気になる方は似たようなものをチェックしてみてください。はい、で最後にパウダーを紹介していきたいと思います。でパウダーのハイライトは私は白っぽいやつ、ピンクっぽいやつ、茶色っぽいやつの使い分けをしていますね。何をハイライトにするかは、自分のメイクだったりとか好みだとは思うんですけど、一番もうこうツヤ感をしっかり出したいっていう時はこのローラメルシェの、ローラメルシェフェイスイルミネーターディボーションっていうハイライトですね。こんな感じです。とりあえずキラキラよ伝われ、こんな感じでこれは白っぽいピンクっぽい色味のハイライトです。このフェイスイルミネーターっていう種類がですね、濃い色から薄い色まであって、フェイスパウダーとしても使えるんですけど、このディボーションっていう色が一番薄い色でハイライトとして使うならこの色がいいですよってローラメルシェの BA さんが言ってました。なので私はこのキラキラに惹かれてディボーションを買いました。これはですね、本当に一番ハイライト効果が強いタイプなので、筆にこう取ってこういう感じでさっさっさーってこう塗ってあげるのにおすすめです。ここ1個だけにしとこうかな。
わかりますかね、ここのツヤ感。もうさっき塗ったやつが若干残ってるんですけど、さらにこのパウダーしか出せないこのハイライト伝えるのってすごい難しいので、こういう感じはい、なぜパウダーが難しいかというと、やっぱ置いたところが濃くなりやすいので、できるだけ失敗をしないようにって考える方は、この頬骨のところが一番ツヤってしてるのがすごく可愛いと思うので、光が一番綺麗に顔に入ると思うので、まず置く時に頬骨のところに置いてからさっさっさってこう広げてあげるとそんなに難しくないと思います。でですね、こう濃くなりすぎたらもうこうやってやればいいんですよ。こういう感じでなじませてあげればノープロブレム、問題ない。こんな感じでツヤ完成です。なんで私は基本的にパウダーでしか出せないこのハイライト感はですね、なんて言ったらいいやろうな、この言葉で出すのは難しいけど、分かって分かるこの気持ち。このパウダーでしか出せないツヤがねあるんですよ。でやっぱりこう光に当たった時はこの輝くキラキラっとした質感を出したい時はパウダーを使ってます。すいません、語彙力があんまりなくて、まあどっちかっていうとヘルシーな感じだけどハイライトもしっかり出したいって時はパウダーですかね。はいって感じで使ってます。で次にですね、今はちょっと白っぽい感じで本当にはっきりハイライトを出した感じなんですけど、もう少しなじませたいっていう方はボビー・ブラウンの、ピンクグローハイティングパウダーのピンクグローですね。これは本当にこういうピンクが入ってます。ピンクでキラキラーかわいい。でこれをですね、こう白とピンクが入ってるのでちょっと混ぜてあげる感じでやってのせます。でこっちのハイライトよりもやっぱりこっちの方がさ、ほらピンクっぽくない？こっち白っぽくてこっちちょっとピンクっぽいです。ピンクと白が混ざるとちょっとゴールドっぽい感じで、私は肌がちょっとね黒めなので発色します。なのでこの辺がちょっと女性らしいツヤが出た感じですね。で個人的になんですけど、パウダーの方が大人っぽいハイライト感を出せる気がします。なので大人っぽさを出したいけどこういう感じでここまで主張はしたくないって方は、こういうピンクみが入ったキラキラなハイライトがね、こういう感じが大人っぽくハイライトの役割を出してくれるのでおすすめです。でこれはちょっとピンクみが入っているのでなんて言ったらいいんですかね、そこまでチークを入れたくない方とかはもうチークとハイライトを一気にやっちゃってもいいと思います。なのでこの高いところからスタートして少しそれを下のチークゾーンまで広げてあげるともう一石二鳥っていう感じでやってみてください。じゃあ最後にですね、一番ハイライトとしてなじませたいけど、そのツヤもしっかり出したいですっていう時に使うのがこのジバンシーのヘルシーグローパウダーですね。茶色っぽい感じです。このジバンシーのハイライトはですね、期間限定のやつなので今は発売ないと思うんですけど、こういうブラウンっぽいハイライト MAC とかにもあります。私ね今度 MAC のハイライトがすごい気になっているので買おうかなと思っているんですけど、その MAC のハイライトもこういうゴールドっぽいキラキラがあります。で MAC の方がもうちょっとキラキラ感が強いかなと思います。でこれはもうねいろいろミックスされているんですよ。ブラウンとピンクとこのツヤ感と。なのでこういう感じで取ってあげて、これも本当にハイライトだけとして使うっていうよりかはパウダーのチークとしても一緒に使っちゃうことが多いです。ここから私はもう縦に入れます。縦に入れるとヘルシーさがプラスされるのと骨格をねこういう引き立たせてくれるので大人っぽいヌーディーなメイクの時とかはこういうハイライトが合うんじゃないかなと思います。でこれは一応フェイスパウダーとしても使ってもらえるやつなので、薄付きでつけようという方はもう顔全体に塗ってヘルシーなツヤ感を出してもいいと思うんですけど、部分的に使いたい方はちょっとねこの辺から縦に入れてあげるとヘルシーなツヤが残ると思います。はい、ということで、私のおすすめハイライト紹介でした。今回はクリームタイプ、リキッドタイプ、パウダータイプの3つの分類に分けて紹介してみました。トータルこの3つで一番初めにゲットするべきハイライトはこの本当に3のシマリンググローデュオが使いやすいと思います。でパウダーだとこのローラメルシェの
パウダーがねハイライト感をしっかり出せるのでおすすめです。まだハイライト持ってないようだったりとか、ハイライトのベスト〇〇教えてくださいっていうリクエストをいただいていた方、ぜひ参考にしてみてください。で自分が持っているハイライトでこの塗り方だったりとか、そのメイクに合わせて変えること、あとはね2度塗りしたりとかしてもまた全然違うので、自分が好きなハイライトの感じをぜひ見つけてみてください。塗るポイントとしては、この鼻筋と C ゾーン、顎先は塗ると本当に真ん中に綺麗に光が入ってくる、ツヤが出る感じになるので、ぜひ試してみてください。今回やってみてですね、ベスト〇〇とかをこう言葉にしてこう同じアイテムの違いを紹介するのすごく難しくて初めてだったので、ちょっとうまくできてない部分があったらごめんなさい。これからどんどん説明をね口だけでも伝えて分かりやすいように、するにはどうしたらいいかやっていこうと思いますので、そこら辺は優しく見てください。はい、次はリップとかでテラコッタ系だったりとか赤系でいろいろ色味を分けながらベスト5とか紹介していけたらなと思います。他に紹介してほしいものがあればぜひコメントでリクエストお待ちしております。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。